こんな話がありました。喜びの声をいただいたことがあったので、ちょっとそれを紹介したいと思います。それは何かといったらですね、すっごい真面目な方なんですね。やっぱりこういう問題を抱えていらっしゃる方って。で、自分でね、休むっていうことに罪悪感を感じていらっしゃったりする。だけれどもこのね、ちょっとこの私がアドバイスをしたことによってある男性の方なんですけれども、思い切って休みを取ったと。給料下がってもいいから、会社に迷惑かけるってことがあってもいいから、もういっぱいいっぱいだって思った段階で休みを思い切って取られたそうです。そしてたった一人でですね、すごくこうもう目が自然に覚めるまで寝たりね、家庭があるのでちょっと出張だっていうことを言ってですね、ホテルで一人でもう寝たりしてですね、自分で自分自身の時間、自分一人の時間っていうものを取って思い切って休まれたそうです。そしていろいろとですね、そこも私がアドバイスしたんですけど、今自分が抱えている家庭の問題とか会社で行き詰まっている問題をですね、ずっと自分で大学ノート書いて整理して書き出したそうです。そして、やっぱりね、このが問題になってるな、ここで引っかかってるなってことを自分で整理するための時間を自分に与えた。休んでもいいという許可をして、そして自分で自分の抱えている問題を忙しい忙しいって言ってないで整理するための時間をたった一日取ってですね、自分でそういう時間を取ったそうです。でそしてやっぱりこの問題を解決していくために自分だけではやっぱり無理だっていうことが分かったので、会社に行ってそれを会社の上司と仲間と「すいません」って「お時間取っていただけますでしょうか」って言ってですね、話し合ったそうです。そして家庭でも家庭の問題を奥さんにですね一回時間を取って話し合ったそうです。で大体これをですね1ヶ月ぐらいの間に計画を立てて話し合ったそうなんですね。そしていろんなことを話している中でやっぱりなんだよ急にそんなこと言い出してっていうことを言われたみたいですけれども、自分でですねその解決をしてということで話し合われたそうなんですね。で会社の問題に関してはやっぱりねちょっとこう会社でもそうは言っても今人手も足りないし仕方がないんだよっていうことを言われてしまったので、この方すごいですね。どうしたかって言ったら自分の給料の中から稼ぎの中からですね、今付き合ってる問題でもういっぱいいっぱいになってるっていうことでですね、自分で自腹を切ってですね自分の友達に頼んで、そして、手伝いに来てもらったそうです。会社のお金じゃなく自分でですね。でもそうやって、自分がいっぱいいっぱいになっている、自分に与えられた仕事に対して自分がいっぱいいっぱいになっているので、そこに対して自分の力が足りないっていうことを反省なさってですね、自分で自分の給料から払ってですね、人にお願いして人を雇って働いたその場を乗り切ったそうです。でその様子をですね見て、実はその会社の上司の方っていうのがそこまでするんだったらということで話し合いに実は応じてくださって、そして、会社で含めてですね、やっぱりこのまま行くと危険も伴うし大変だし会社も大変だろうから、でもお金もないし、だからこの局面をなんとかやりきったらちょっともう一度ねやろうということで、その方がですね自分で突破口を開いたことによって実はその会社にもヒントをもたらしたということでですね、非常にその後チームでねどうしたらもっと効率よくなるか、どうしたらもっとなるかっていうことの話し合いが多く持たれるようになって、結果としてですね同じ仕事の作業量変わってるわけじゃないのに、本人もそうだしみんなもどうしたらもっと効率よくなるか、楽しい努力をしようじゃないか、そんなようなですね話し合いが実はなされて、そしてですね会社の方が非常に今までと作業量変わってないのに自分が楽しく仕事ができるようになったということをやっぱりおっしゃってました。すごいですよね。なかなか自腹切ってそこまでできるっていう人はいないと思います。でもたった一回そういうことをしたことによってその努力っていうのに周りが影響されたっていうことですよね。そこによって変わっていった。そして家庭もですね奥さんといろいろ話していたらいろいろイライラして悪いなと、今仕事でいっぱいいっぱいでこういう状況なんだっていう話をしてですね、でそしたら奥さんも、そんなこと言ったって私だって家庭でいっぱいいっぱいなのよっていうことでね、やっぱりそういうことになってしまったので、じゃあどうしたらいいっていうことで話をしている中でですね、じゃあもう少し自分もこういうことを分担する、その代わり奥さんもせめてちょっとねこういう時間を設けることによってもう少しね
実は旦那さんが大変なのは分かるけれども、せめてね少しこうやって忙しい忙しいって言って帰ってきてすぐ寝ちゃうだけじゃなくて、こうやって話聞いてくれるだけで実は私も楽になるわっていうことでですね、家庭の方も少しこううまくいった。で本当にこの切羽詰まってる時ってほんのちょっとのことでね、それが楽になっていく方向っていうのが見出されたりするんですね。で水の流れっていうのをね、ガーッと一箇所に水が溜まっても堤防が切れそうな時にほんのちょっとでいいからその水の流れっていうことをこうパッと違う方向へ流してあげるっていうことが見えてくると、本当にね実はこうどうしようと思ってた問題がふーっと解決していくっていうことはよくあることです。で意外にそのブロックになっているのが自分自身の堅くなな考え方だったりするんですね。自分がこうじゃなきゃいけないと思ってたり、これは人にはもう頼めないとか、これもう無理だって思ってたり、いやそうは言ってもっていうところで自分がブロックをしている部分っていうのが結構あったりするんです。思い切って人に泣きついちゃうとか、思い切ってここを短期的にですけどお金を投資して自腹切ってやってみるとか、そういったことによってですね大きく社長さんが変えるんじゃなくて現場から状況が変わっていくということはよくあることです。ですからなかなか大変でしょうけれども、ぜひこの話を聞いたあなたはですね、そこからまず自分が動くことによって、まず自分がリスクを取ることによって周りを変えていこうじゃないか、そして楽しい努力に変えていこうじゃないかということをやっていただくということをできれば、必ずそのあなた自身の変わろうとする姿勢というのを見て誰かが動きます。で誰かが助けてくれるんです。ですから本当にね、人間というのは必ず年取ってきますね。必ず人は年を取るんです。そして自分の仕事の量は変わらないどころかどんどん増えていくにもかかわらず、自分の肉体的な体力も落ちてきますし、やっぱりね気力も落ちてくるので効率が落ちるんですよ。放っておいても年取れば仕事のパフォーマンスが落ちるんです。だからこそ毎日毎日忙しいと言ってこの問題に真正面から向き合うことをしなければ、このジレンマは永遠に続いていって自分が病気になって倒れる、ね、あるいはもういつか切れて自分自身がもういっぱいいっぱいになってですね、言っちゃいけないこととかやっちゃいけないことをやってしまうということが起きてきます。だからね、この人生にとって必ず誰もが避けて通れない問題ですよね。だってそうですよね。自分は年取って体育でどんどん体力落ちてくる、これ分かってることです。仕事はどんどん増えていく、これも分かってることなんです。だからこそどこかで1年に1回でもいい、1ヶ月に1回でもいい時間をとって家庭でもきちんとどうしたらいいか話す、そして職場でもどうしたらいいかを話し合う、自分でもどうしたらいいかをしっかりと考える。これが私たちお坊さんがやっている瞑想と言われるやつです。自分で自分のより良き将来のために時間をとって考える。そして今そのより良き将来のために、未来のために何をしなければいけないのかっていうことをですね、きちんとそこに向き合って小さな問題を解決していく、ね、その小さな問題を解決していくための3つのポイントがあると言いましたね。自分の考え方を変えてみる、それからスキルを身につけておく、ね、大変だって言ってないで勉強してみるとか、それから道具を手に入れる、ね、環境を変えてしまう、設備を変えてしまう。でこういったことがですね具体的な努力です。どうか正しい知恵というのはそれぞれ個々の職場によってあなたの状況によって変わってくると思いますけれども、冷静にまず時間をとって休みをとって考えてみる。今のこの問題をずっと雪だるま式に膨らませていったらもっともっと大変になっていく。であれば今それをしっかりと時間をとって解決していくべきではないかと、体力がなくなった、体力がない、疲れ切ってしょうがない、まず休みを取ることが先決かもしれない。その上でどうしたら今の作業というものを効率的に楽しく解決して、楽しく仕事ができるようになるかということを考えていく。これが人間の知恵です。どうかですね、あなたにはきちんと知恵があると思います。忙しいということを理由に自分の大事な人生というものをですね、その忙しさに振り回されて過ごす。これはもう必ずどっかで病気になって倒れてしまったり無理がたたって誰かに迷惑をかけていくので、思い切って休む、思い切って考える時間を取る、そのことをやるところから問題が解決していきます。どうか一旦自分に許可を与えて許しを与えて休んでもいいんです。人に頼ってもいいです。
そして自分のなけなしのお給料の中から自分にその新しい問題解決のスキルとか知恵を与えてくれる人にお金を払ってでも、まずその今の精一杯の状態を落ち着いた状態にしない限り問題の解決はなされないと思ってください。ぜひ正しい努力をして、そして精進をする、そういった癖をつけて人生を歩んでいただければと思います。